今回はコメント欄でリクエストいただいたこれまで2回動画で取り上げている肥満薬のエースである VKTX の現在の状況について説明するよ。2月12日、3月1日に動画を上げているので先にそちらの動画を見てね。今回の話はその続きだよ。株価チャートを見ながら最近のニュースをまず振り返るよ。その後、飲み薬のフェーズ1の結果が3月26日に出たので、その結果の解説をするよ。さらに、今後の予定や想定材料を簡単に見ていくよ。直近の VKTX の冷やしチャートがこれだよ。このチャンネルでは2月12日にこの銘柄を取り上げたよ。2月27日に注射の肥満薬のフェーズ2の結果が出て、大きく上昇したことは3月1日に出した動画で説明したよ。その後、公募増資の材料をこなしながらも$90前後で推移したよ。3月7日に NVO が飲み薬の肥満薬のフェーズ1について良好な体重減少の結果を出して VKTX の株価が下がっていったよ。$60の少し上まで調整して、その後3月26日に VKTX が飲み薬の肥満薬のフェーズ1の結果を出して上昇したあたりで3月が終了となったよ。今回は3月26日に出た飲み薬のフェーズ1の結果の解説をしていくよ。こちらがその試験結果だよ。水色のグラフが薬剤の結果で、グレーのグラフがプラセボ、偽薬とも言われるけど、有効成分が入っていない薬の結果だよ。水色のグラフはいくつかあるけど、右側に行くほど薬の有効成分の量を増やした結果となっているよ。N がそのデータ数だよ。一番右側は7人のデータだよ。20mg から始めて途中で 40mg に増やした結果だよ。結果としては28日で 5.3% の体重減少という結果になったよ。下の 3.3% は何を意味するかというと、プラセボでもなぜか 2.1% 体重が減っているので、それとの引き算の数字となるよ。良好な体重減少が見られたという結果だよ。ちなみに3月7日に出た NVO の飲み薬の結果は左側のものだよ。28日は4週間だから4のところとの比較になるよ。グラフしかなく数字がないので正確にはわからないけど、だいたい 5% ぐらいかな。違う人を対象にしているので厳密な比較はできないけど、だいたい同じぐらいの効果かな。ちなみに以前の動画で出した表で、今回の NVO の飲み薬はこれのことだよ。注射もこれからフェーズ1をやる予定だよ。この結果は飲み薬をやめて6日後の体重減少を見たものだよ。5.2% の減少であまり変わってないよ。この結果は飲み薬をやめても短期的にリバウンドするわけではなく、継続的に体重減少が期待できるということだよ。すぐリバウンドしてしまう薬なんていらないもんね。これは 3% 以上、5% 以上体重減少した人の割合を示しているよ。86% の人が 3% 以上体重が減少したよ。57% の人が 5% 以上体重が減少したよ。これが時系列で見た体重減少だよ。高用量では22日ぐらいから大きく減ってきているね。また22日よりも28日の方が体重が減っているね。すなわち体重減少はまだピークに到達していないことを意味するよ。これはさらに長い期間投与を続ければさらなる体重減少が期待できることを意味するよ。注射のフェーズ1と飲み薬のフェーズ1の結果の比較だよ。こうやって見ると飲み薬も注射とあまり変わらないレベルで体重減少していることがわかるね。当初飲み薬はそれほど体重は減らないのではないかと言われていたことがあったけど、今回の結果と NVO の結果を見ると
結構飲み薬でも体重が下がることがわかるね。こちらが胃腸関連の副作用の結果だよ。重度の副作用は見られなかったよ。プラセボと比べて多い副作用も見られなかったよ。結構副作用が少ないことが分かったよ。以前に説明したように、肥満薬は効果だけでなく、副作用の少なさもかなり重要だよ。肥満という深刻ではない疾患を対象としているので、副作用が結構あるような薬は使われないことが想定されるよ。ちなみに NVO の肥満薬は副作用の詳細データを出してないのでよくわからないよ。こちらが早期試験中止や有害事象、副作用の割合を示したものだよ。プラセボと同様の結果だったよ。すなわち副作用はそれほど気にする結果ではないということだよ。こちらがまとめだよ。体重減少は 5.3% で良好な結果だったよ。治療期間をより長くすれば、さらなる体重減少が期待できそうだよ。副作用は少なく良好だったよ。すなわち、まだ有効成分の容量を増やすことができそうだよ。今回の結果だと、容量を増やすほど体重減少が増えているので、さらに容量を増やせば、さらに体重減少が期待できそうだよ。最後に、今後の予定や想定材料をまとめたよ。まずは肥満薬から。肥満薬の結果は一息ついた感じだよ。2024年の Q2 で注射のフェーズ2についてフォローアップデータが出る予定だよ。これは治療が終わってから6週間後に見る予定となっており、体重減少の維持とかが見るよ。そこまで大きく株価を動かすようなデータではない気がするよ。その後、今年の半ばに FDA とミーティングをすることになるよ。そして、フェーズ3に向けての準備をしていくことになるよ。フェーズ3の計画は現時点ではわからないけど、LLY とか見ると88週間とかやっていて、試験開始から終了まで1年半から2年はかかる長丁場になる可能性があるよ。この結果の期待はかなり後になるよ。飲み薬は2024年後半にフェーズ2を開始する計画になっているよ。注射のフェーズ2の期間を見るとおそらく2025年の前半、遅くても半ばに結果が出るのではないかと思っているよ。ここからわかるように、肥満薬の試験結果で株価が動くことは今年はあまり想定されないよ。あくまで VKTX の試験結果の話で、他の会社の肥満薬の試験結果で株価は振られていくことになるよ。有望な薬の結果が失敗して上がることもあるかもしれないけど、どちらかというと、フェーズ1で新しい薬で良好なものが出てきて、下がるリスクの方が大きい気がするよ。あと、試験結果だけでなく、4月末か5月頭に出る NVO と LLY の決算も重要だよ。肥満薬のポテンシャルはまだまだ過小評価されている可能性もあると思っているよ。すでに出ている NVO や LLY の肥満薬の売り上げがものすごいとか出たら肥満薬の価値が上がるので、それに伴った VKTX の株価が上がることも想定されるよ。NVO と LLY の決算は毎回見ていくことをお勧めするよ。肥満薬以外では NASH、最近では MASH という病気のフェーズ 2B の組織学データが出るよ。ここで NASH、MASH の説明をしておくよ。NASH は非アルコール性脂肪肝炎のことだよ。名前が2023年6月に MASH に変わっている。MASH は代謝障害関連脂肪肝炎のことだよ。最近名前が変わったので、NASH っていうものとMASH っていうものが混在して出てくるけど、一緒のものだと思ってよいよ。大量のアルコール摂取以外の肥満や生活習慣病、薬剤使用などが原因で脂肪肝になり、さらに炎症や感染以下が見られる疾患のことだよ。放置すると肝硬変、さらには肝臓がんなどになって命にも関わる病気につながるよ。実はこれまで
マッシュに対する治療薬がなかったんだけど、2024年3月に初めてティッカーシンボル MDGL の薬が承認されたよ。結構長年解決できなかった有望な疾患領域として、マッシュの薬を多くの企業が今も開発しているよ。実は VKTX は今でこそ肥満薬の会社だと思っているけど、歴史としてはマッシュの薬を開発している期間の方が長い会社だよ。NVO の肥満薬が承認されているのを見て、肥満薬の開発を始めているけど、その前はマッシュとこの後に説明する XALD を開発している会社だったんだよ。すでにフェーズ 2B の主要な結果は出ており、今後はフェーズ3の試験に進んでいくことが期待されているよ。MDGL の時価総額が 5.5 ビリオンダラーなので、フェーズ3の結果が出れば、現時点でマッシュ薬の企業価値がどれぐらいで評価されているかわからないけど、それぐらいの価値に評価されることが期待されるよ。今の VKTX の時価総額が 8.85 ビリオンダラーだから、肥満薬分の時価総額を考えると、マッシュの薬も承認までいけば、株価上昇していくことが感覚的にわかるよね。話を戻すと、このフェーズ 2B の組織学のデータが出る予定だよ。これまでのフェーズ 2B の結果は、脂肪肝が減ったというデータだけだったよ。組織学データでは、バイオプシーという針を肝臓に刺して細胞を取ってきて、それを分析した結果だよ。単純に脂肪肝が減っただけでなく、肝臓の状態が改善しているかどうかの結果だよ。良好な結果が出れば株価が上がる材料だけど、ただ、肥満薬でかなり企業価値が上がっているので、株価インパクトとしてはそこまでではないかもしれないね。さらに、2024年 Q2 では XALD のフェーズ 1B のデータも出てくるよ。XALD は X 連鎖性副腎枠質ジストロフィーという名前だよ。脳や脊髄においての脱髄、神経細胞の変性、腎臓にある副腎という臓器の機能不全を起こす遺伝病だよ。男性の2から3万人に1人発症の希少疾患だよ。女性では遺伝子に問題があっても通常症状は出ないよ。治療薬はまだないよ。希少疾患といってなんだ小さい市場の薬かと思うかもしれないけど、こういった希少疾患でかつ治療薬が何もない場合は FDA が優先的に承認したり価格を高くしたりして製薬会社に開発のインセンティブをつけているよ。みんなも聞いたことない病気にかかった時に薬が何もないと言われたらショックだよね。このフェーズ 1B の結果が出るよ。いろいろ書いたけど、一番株価を押し上げる可能性がある要因はやはり買収だよね。買収される場合には通常今の価格にそれなりのプレミアムを乗せて買収されるよ。かなり大きいプレミアムを乗せた例だけど、FUSN という銘柄がこの前買収されたけど、その直後に株価は2倍ぐらいになったよ。なんだかんだ言って買収、さらには買収期待の上昇が一番株価を押し上げる要因かもね。あとは小型バイオの全体的な雰囲気にも影響されるよね。特に金利の動きには注意を払いたいよね。なかなか金利が下がりそうもない雰囲気だけど、下がるような局面ではバイオにも波が来て VKTX も上がるかもね。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。